前回の聖地巡礼ツアー東京編は、ファンの皆さんから本当にたくさん感想いただきました。中でも YouTube がなかった時代に、海賊版ビデオ店エアーズがロックファンにとって本当に重要な存在だったんだなっていうことを改めて感じました。自分もたくさんビデオを買ったとか、跡地を見てすごく悲しくなったっていうあの頃をすごく懐かしむ声が多かったです。もう一つが書籍アイラブラモーンズの西新宿のコインランドリーのシーンも反響が大きかったです。想像していたコインランドリーと違ったけどリアルになってよかった。洗濯の間ガードレールに座ってというシーンがさらに好きになった。それから実際に西新宿を歩いてきたというファンもいました。ラモーズファンの反響が大きかったので、聖地を歩いてきたスタッフと裏話を語ってみたいと思います。今回は深夜放送のラジオ番組を聞くような感覚で楽しんでみてください。それでは、エアーズの元店員堀内くんの当日の記憶からどうぞ。イメージではなんか。いやでもあれですよね、コインランドリーで本当に洗濯の粉をパンパンってやって下に下げてからちゃんと切ってましたからね。あ、本当知らない。そう、じーっと見てましたわ。そう説明するとですね、堀内くんは、私がジョニーをエアーズに連れてって、でそのまま、ジョニーが洗濯をするっていう日だったので、じゃあ洗濯しながらその間に昼ご飯を食べようかみたいな時だったわけ。堀内くんにちょうど12時だから1時だったから、君も行くでしょって言ったら、堀内くんは、いや、僕はお昼ご飯のなんか時間じゃないからとかなんとか、何言ってんのこいつみたいな。真面目だったんですよね、若かったから。いやいや、なんかね、なんかわかんない。ありえないですね。そう、シフトがどうのこうのわけわかんないこと言ってるからね、あんた行かないのこれ今ジョニーとご飯行こうって言ってんのにって言ったら、他の店員さんが行けよ行けよって堀内くんの背中を押してくれて、それで一緒にじゃあ行くよって言って、タクシーに乗ったっけ？そうです、タクシーで行きましたね。タクシーに乗ったらね、タクシーに乗って教えてもらった、まあ、前回のね、吉野湯さんの。そうそうそう、の、お風呂屋さんに行き、あれの写真の、お借りした写真の2枚目に出てくるお蕎麦屋さんが右側に、なんか、郵便局の人が写ってるところの、写真の2枚目に、お蕎麦屋さんがあるんだけど、あそこでお蕎麦を、食べた。でも、堀内くんが、何を食べたか分かんない、お蕎麦なのに、何食べたか全然分かんないっていうぐらい緊張しちゃって。いや、そう、でも、ジョニーが、あれなんかメモ残ってたんですけど、ジョニーがカレーそばかうどんを食べてたっていうのは残ってましたね。あ、本当？ちゃんと書いてたの？そうあの時。すごいじゃん。そんな、そうな、忘れないように書いておいたんだ。なんか書いてたのが見つかったんですよね。でも自分が何食べたか覚えてないんでしょ？自分は覚えてないです。なんかね、こう憧れの先輩に会っちゃった、部活の先輩に会っちゃった女子高生みたいなね、うっとりした顔してたよ、堀内。いや、本当そうっすよ。しかもあの時、お蕎麦屋さんで、ゆきさんが一回外に出たんですよね。そう、缶コーヒー買いに行った。そう、缶コーヒー買いに行くって言って、で、お蕎麦屋さんの中でジョニーと2人っきりになったんですよ。そうしたら、ジョニーが優しい笑顔と、優しい英語で、自分全然英語とか分かんなかったんで、なんか、優しいその英語で、なんか俺にインタビューすることないのかってニヤッと笑って言ってくれて、で、昨日、その前の日にチッタで、チッタじゃない、サンプラーで見たばっかりだったんで、もう片言の英語で、昨日は最高だった、スパイダーマンやって嬉しかったみたいなことを言ったら、ニヤッと笑ってましたよ。すごいよかったじゃん、優しいね。いや、本当に優しいですね。ファンに対しては本当にね、優しいよね。幸せな瞬間だったんですね、そしたら。いや、もう本当にもう忘れられないですね、あの日の一日は。私はね、覚えてるよ、堀内くんがその後、ラモーズがもう終わって帰って、一通り終わって帰った後に、ジョニーの刃が可愛かったとか言っちゃってさ、もうなんかね、ラブラブな女の子みたいなことばっかり言ってた。いや、もう本当に恋でしたね、あれは。だよね。ああ、刃が可愛かったとか言っちゃってさ、どうしたお前っていう。そういうお蕎麦屋さんじゃないや、コインランドリーのシーンが、
ちゃんとリアルになったっていうのを感想もそう来てたんで、菊池さんがね、あの写真をツイッターから探してくれて、お願いしてくれて、お借りしてくれて、あの1カット本当に良かったよって。だって、わかんないじゃない、今のコインランドリーなんてカフェとかついちゃって。ね、もうなんか全然違いますもんね。だから、こういうお風呂屋さんの横にあったのなんだなっていうのは、もうあと、それこそ5年、10年したらさらに分かんなくなっちゃうと思う。それと、とにかくみんなほとんどの人がエアーズのことをみんな書いてて、なのでちょっと今日は前半戦は堀内君にエアーズについてを聞こうと思うんだけど、菊池さんって、はい。後追いでラモンズ好きになって、エアーズって行ったことある？ライブも、ラモンズライブは体験してないんだよね。全然、だって興味持ち始めた時はもう上位がなくなってたんだと思うんですよね。多分それぐらい、ちょうどギリギリみたいな感じだったんで。エアーズは行ったことある？エアーズはね、1回だけあるんですよね。エアーズっていうお店があるっていうのはなんかネットかなんかで知って、でもお店の人に聞いて、買うものだけ買ってもう逃げるように出てきたみたいな感じでそんなに5分も滞在してなかったんじゃないかな。本当に？でもさ、お店の中はロックじゃない。もう全部いろんなバンドがこうずらっと並んでて、なんかメタルパンクとかあって、音楽ガンガンかかってるし、かかってる。そういうの、その場に入ってもそんな5分で逃げちゃったの？なんか警察とか来たらどうしようとか思ってそれぐらいのレベルだったんで。菊池さん悪いことしてるわけじゃないのに、逃げようと思ってたんだ。正規品じゃないってだけで放火してるんじゃないかみたいな。なるほどね。それぐらいな感じ。レコード屋さんで買ってないみたいなのがすっごいもう硬かったんで、当時は。いや、菊池さんは他のお店に入んなかったの？じゃあ逃げちゃったの？他にどんなお店があったのかもわからない。だからそうなんだ。最初動画にも出てきた新宿の大ガード下から小滝橋通りでしたっけ？小滝橋通り。あっちの方にこう進んだだけでなんかちょっと空気が違くってなんかごめんなさい、結構ねもうすごい怖かったです。なんかもうすぐ買ってすぐ駅の方に逃げなきゃみたいな。ごめんなさい、すごいこれドン引きされると話なんだけど、ドン引きじゃない、多分そういう人もいる。特に多分地方からさ、もしかしたら目的が絶対これとこのライブ版とこれを買うんだみたいなのがあったら、そこに目指してまっしぐらだったかもしれないけど、でも確かに私レコード屋さんでちょっと入りづらいなとかさ、そういう雰囲気のお店はあったから、それもわからないでもないよ。今ならもう一日中いても大丈夫です。なんか、いや結局で行ってからなんかいろんなちょっとね、なんか景色が変わった感じしますもん。なんかそうでしょう。大人の階段を上がったようななんか。なるほどね。それで何買ったの結局？でもだからレッチリのなんかライブとかだと思いますけどね。そっか。すごい昔のとか。なるほど。そうですね。もう大体自分の好きなバンドを推したいがために、もう好きなバンドは自分で担当して派手にやってましたね。相当派手だったよね。もうラモンズに関してはもう全部俺作ってましたね。来日記念なんちゃらとかいっぱいね、今画面に映ってると思うんですけど、そういうの作ってるじゃん。さ、スペースってこれだけくださいよみたいな感じで書かせてもらうの？畳1畳分ぐらいあったじゃない。ありましたね。ああいうのは。来日が決まってるバンドは大きめにもらえるとかそういうのがあるの？そうですね。その時店長が一番人気のあるのをメインに持ってくるって感じですね。その当時は、それこそレインボーとか、そういったハードロックヘビーメタル系のバンドがすごい人気あったんで、ちょっとラモンズとかファンクは端っこの方っていうのがメイン、そんな感じでしたね。でも時代じゃない、ちゃんと。時代の、洋楽シーンを表してるよね。95年か。95年 ?95 年ぐらいですね。じゃあオルタナとかもそういう棚ももうガンガン
スペース取ってる感じ。ああ、そうですね。ニルバーナなんかすごい人気あったですね。うん、じゃあそっちは広い感じなんだ。そうっす、そうっす。ああ、じゃあもうよく頑張ったじゃん、あの広さ、ラモーンズ。もうラモーンズが来日するっていうのが決まったらもう店長に頼み込んで、一番メインの棚をちょっとやらせてくれっていうふうに。ああ、素晴らしい。堀内君がいなかあったの時はもううん他の仕事何もしてなかったですよ。いいよ、いい。あとさ、ええ、来日したミュージシャンみんな行くじゃん。そうなんですよね。やらずに。はい。そうするとさ、それでなんか怒られた人とかいないの？俺たちの勝手に売りやがってみたいな、そういう人いるの？いや、それが記憶にある限りいないっすね。いないよね、みんな嬉しそうにさ、そうなんですよ。みんな嬉しそうに自分たちの商品とか映ってる映像とか見るのを喜んで、で、あと何より音楽ファンみたいな感じで、あのビデオあるみたいな感じで探して、なんか喜んで見てたっていうミュージシャンがすごい多かったですね。やっぱ当時 YouTube とか一切もちろんなかったので、海外のバンドの映像とかを見る機会が MTV ぐらいのプロモとかぐらいしかなかったじゃないですか、当時。ないね。なのでライブ映像とか動いてる映像を見るっていうこと自体がやっぱり自分も新鮮だったですし、お客さんとか海外のミュージシャンもそれを見てすごいすごいって喜んでたのは覚えてますね。まずジョニーが来た時に、玄関に立った時は本当に前日にサンプラで見たばっかだったのでそうだよね。そう、ジョニーだ、それまでもちろん映像でしか見たことなかったですし、もうまずオーラがすごかったですね。半端なかったですよね。そうか。そう、それでもうユキさんと一緒に現れて、はい。で、もう本当自分のイメージでは、ジョニー、パンク、ラモンズのギタリストだし、もう本当、エンド・オブ・ザ・センチュリーの鬼軍曹的な多分イメージしか持ってなかったんですよね。ちょっと怖いみたいな。そうだよね、笑わないみたいなね。そうそう、笑わないみたいな。で、そのジョニーがブート屋に来て、これはちょっとまずいんじゃないかっていう思いも一瞬あったんですけど。なんで？ブートに対してちょっと怒るんじゃないかとか、勝手に言ってとか、もしかして。とか、ちょっと一瞬それで固まってたの？そういうわけじゃないですけどね。もう、ジョニーが来たっていうことに喜びで固まったんですけど。でも、その店に入ってきてくれて、で、物腰がすごい柔らかくて、で、店内、一緒に物色、して、いろんなビデオあるね、みたいな話をしてくれてて、で、見てたビデオですね。見てた、ジョニーが探してた、こういうのあるって言ってたのが、60年代のブライアン・ジョーンズの頃のストーンズをすごい見てましたね。で、それ以外に。好きなのかね？ブライアン・ジョーンズが好きってこと？そう、やっぱ昔のストーンズが好きだったんですよね。あんまりピンとこないけど。あ、そうですか。なんかインタビューでも前なんか見たっすね。見た？他には？あと、その60年代のブリティッシュバンド、マジビートとかそこら辺のバンドと見てたのと、あと、おおと思ったのが、デッドボーイズ。とか、多分 CBGB のやつだからかもしれないですね。あと、ストゥージーズ。まあそこはね。そう、ストゥージーズ時代も映像がその当時全然なくて、ストゥージーズのビデオを見て、おおって言ってましたね。で、あとブロンディも見てました。ブロンディは大体デボラ・ハリーと仲良しだからね、ラモンとみんな。そう、で、ジョニーもデボラ・ハリーにプレゼントしようかなって言って、持って帰ってましたね。本当にそれはあげたと思うよ、多分。だからもう俺、横で聞いてて、もうその話すごいなと思って、おおって思ってましたよ。そうだよね、その新宿のさ、一角にあるビデオがデボラ・ハリーに届いちゃうんだからね。そうですよね。なるほどね。ジョイとマーキーも来たじゃない？ジョイとマーキーは会ってるの？いや、自分は残念ながら会ってないんですよね。そうなんだ。自分は働く前にジョイとマーキーが来て。残念でした。残念だったんですよね。聞いた話なんですけど、93年にジョイとマーキーが来た時ですね。
で、その時に、いろいろエアーズで見て、ビデオをプレゼントして、で、その時は帰ったんですけど、その後わざわざ上位が一人で戻ってきてくれて、さっきお世話になったからっていうことで、お店の店員に T シャツをわざわざ持ってきてくれた。すごいよね。すごいですよね。上位が自ら持ってきてくれたっていうのが、後から話聞いて。歩いてきたの？っていうことでしょうね。私たちがこの間それこそだから撮ったエリアを、センチュリーから歩いたってこと？センチュリーから歩いてきたのかな？泊まってたのきっとセンチュリーですもんね。そうよ、この間の東京聖地巡礼ツアーの、タクシーで来たのかな？10分ぐらいですもんね、歩けば。そう、上位だと15分ぐらいかかりそうじゃない？っていうかさ、しかも一人じゃ行けないでしょ。じゃあ誰かと来てたのかもしれないですけどね。そうなんだ。で、それT シャツをお店のスタッフ全員に？全員にかどうかわかんないですけど、戻ってきて。君に？いや、自分いなかったんで。そうか。上位がその当時の店員に渡してくれたっていう話は聞きましたね。なるほどね。すごいね。すごいですよね。でもそこでまたその2年後ですね、ジョニーがお店にゆきさんと来てくれた時もそうなんですけど、でその時もジョニーが来てくれた時も、一回お店で終わってで洗濯してご飯食べてでそのまま帰ったその後に、センチュリーに帰ったよ。帰ってまたその後にジョニーがまた来てくれて、その時も確かゆきさんと一緒だったかな。いや T シャツ持ってその時はパン来日のサイン入りのメンバー全員のサイン入りパンフとバックステージパス。誰に？自分に。マジか。わざわざ持ってきてくれたんですよ。ちょっと待って、ちょっと記憶に、ちょっと待って。洗濯の後はセンチュリーハットには帰ったのよ。はい。それは覚えてる。なんでかっていうと、お前遠回りしてきたなとか怒られたわけ。こっからあの頃はまだ何にもビルが建ってなかったから、コインランドリーの前からセンチュリーハヤットのストーンってもう見えたわけ。で、こっちの道を行けば近道じゃないかって言ったから、だってこんなとこしょっちゅう来ないから分かんないもんって言いながら、お前はいいからついてこいって言って、洗濯を持つジョニー・ラモンの後ろをこうついていったわけ。そしたら本当にショートカットでセンチュリーハットに戻れたのよ。5分は違うなみたいなこと言ってた。で帰れてっていうんでそこまで覚えてて、私その後はあんまり覚えてないんだよね。もしかしたらそれこそ機材取りに家に帰ってカメラ持って行ったのかもしれない。その日ライブある日？チッタである日ですね。ある日でしょ？私もう一回帰ってる可能性はあるね。でカメラ撮りてもうチッタ行くっていうそういう感じ？はい。ジョニーのその後は知らないんだけど行ったんだ。じゃあそうなんですよ。来てくれて、でさっきありがとうみたいな、本当上位と全く同じような形で、さっきありがとうって言ってサイン入りのパンフ、来日パンフと、あとこれあげるって言ってバックステージパスを君にわざわざ持ってきてくれたんですよね。もらった時どういう気持ちだった？いやもう本当にありえない、もう超大喜びだったっすよね。もうその日大変だったね。大変だったっすよ。もう濃すぎるっすよねこの一日が。本当だよね。濃すぎるから今でもやっぱ覚えてますもんね。まあそうだよね。25年ぐらい経ってますけど。本当だよね。そのパスを使ってライブ行ったの？いやもう全部チケット買ってたんで。そうか。そうですもうパスは。で最後の日本公演の最終日大阪に行った時も、後で知ったんですけどパスで入れるって聞いたんですけど、そんなことは考えもしないで普通に、並んで当日券買って入りましたね。それでいつも言われてたジョニーに、なんで日本人はパスあげるって言ってるのに遠慮すんのって。遠慮する？俺でも知らなかったですね。本当にパスで入れるなんていうのが。そうか。なんかパスってお仕事のものっていう感じで、なんか気軽にもらう感じでもなかったのかなっていうか、なかったんじゃないかなって思う。もう自分はパスっていうよりなんかカードもらったみたいな。かっこいいカードもらってやったっていう感じだったんですね。取ってあるそれ？もちろんですよ。
そりゃそうだよね。ね、ちゃんとラミパスじゃん、ラミネットパスタ。すげえ貴重じゃん、それ。そうっすよね。これをもらって、もう本当嬉しかったですね。ああ。よかったね、はがき書いて。そう、本当そうですよね。もうすべての始まりははがきでしたからね。菊池さんに説明するとね、まあ、この今動画を見てる人に説明すると、堀内くんの今言ってるハガキというのは、ラモンズファンクラブで往復はがきでメンバーのサインをもらおうっていう、そういう企画を私が考えたのね。でよくそれって少女漫画、リボンとかそういう少女漫画であったんだよ。全員プレゼントっていうの。全員プレゼント。そうそうそう。それを真似してやったんだけど、それで堀内くんがその往復はがきの片っぽにジョニー・ラモンをエアーズに連れてきてくださいって書いてあったから、ああそうだ、じゃあ連れてこうと思って連れてったっていうのが始めだよね。始まり。そうっす。本当に手紙、ラモンズファンクラブジャパンへの手紙が全ての始まりだったっすね。堀内さん、そのお蕎麦屋行って帰ってきた後のお店の人たちのリアクションとかは、いや、もう本当になんか胴上げされる気分な感じで、よかったね、よかったねってみんな言ってくれたっすね。一番好きなミュージシャンが来たっていう。まあそうだよね。そういうところはさ、気持ちをみんなシェアできるお店だからいいよね。そうですね。なるほど。今の時代に置き換えると、なんか推しが来てくれたみたいな感じですね。いや、本当そうっすよ。やっぱそれぞれ店員で好きなミュージシャンがいると思うんですけど、その本当に好きなミュージシャンってやっぱなかなか来ないんですよね。会えない。そっか。っていう、なんかそんな感じだったんですけど、まあそうだね。あの店にラモンズのメンバー、ジョニーが来るなんてことはもう想像できなかったですからね。すごい一日でしたね。はい。